皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は私が YouTube の動画を撮影するときに使っている機材や編集ソフト、あと字幕、そして私が YouTube を始めた理由などを話したいと思います。今回の動画はちょっと専門用語が多くなるかもしれません。私の動画には15言語の字幕がありますので、日本語を勉強している人はこちらの字幕を確認しながら見てみてください。まずは YouTube を始めた理由について話したいと思います。主に3つあります。1つ目は日本語を勉強している人に日本語のネイティブスピーカー同士の会話をシェアしたかったからです。旅行するときや日本で生活するときに少しでも役に立つような動画を作りたいと思いました。2つ目は日本留学したくてもできない人のために動画で勉強できるようなコンテンツを作りたいと思ったからです。私は大学生の時に長期留学をしたかったんですが、いろいろな理由があってできませんでした。多分この動画を見ている人の中にもいろいろな理由があって留学を諦めた人がたくさんいると思います。私は長期留学することができなかったんですけど、ネットで公開されている無料のコンテンツで文法を勉強したり、ラジオでリスニングの練習をすることができました。私は今日本語教師として学校やオンラインで教えているので、何か動画を作ることで皆さんの役に立てるのではないかと思って始めました。3つ目は学校だけじゃなくて自分で教えられるようになりたいと思ったからです。世界にはたくさんの日本語の先生がいます。その中で自分を見つけてもらうためにはどうしたらいいかと考えた時に、やっぱり YouTube や SNS などで自分をアピールすることはすごく大事だと思ったので始めました。次は撮影の企画についてです。ちなみに撮影の企画、撮影、編集、投稿、これは私が一人でやっています。このあかね的日本語教室というチャンネルは私が一人で運営しています。なので企画も全部自分で行っています。まずは撮影する場所を決めます。そしてスケジュールを決めます。この時にいろいろな仕事の調整を行います。そして撮影できそうなお店やホテルを探します。だいたい今はインスタで探すことが多いです。どこか遠くに行って撮影をするという時間がなかなかないので、例えば関西で撮影をした時は2泊3日で5本の動画が作れるようにスケジュールを組みました。時間的にかなりきつかったんですけど、なるべく効率的に撮影できるようにいつも考えています。ホテルやお店を探したら次に重要なことは撮影許可を取ることです。撮影許可はだいたいメールかインスタの DM か電話で行います。その時にチェーン店とか大きな会社だと撮影の企画書を書いて添付してくださいというところもあるので、そういったものを作成することもあります。撮影許可が取れないこともあります。特に YouTube を始めたばかりの頃は撮影許可を取るのは本当に難しかったです。なのでお店を探して撮影許可の連絡をしてもダメですと言われることがあるので、またお店を探して撮影許可を取るというような流れになるので、最初の頃はこの撮影許可を取るのが結構大変でした。今では多分登録者が増えたのもあって撮影許可が取りやすくなりました。あとはどういう目的でどういう人たちに向けて撮りたいのかというのをきちんと説明して、撮影してもいいですかとお願いすると結構理解してくださる方が多いです。お店を探す時間がないっていう時は直接お店に行って名刺を渡して、こういう撮影をしたくてYouTube の動画を撮りたいんですけどいいですかというふうに直接お店の方と交渉することもあります。撮影許可が取れたら撮影をしに行きます。ほとんど一人で撮影をすることが多いです。私にとって YouTube は仕事です。
撮影する時は旅をしているというよりは頭の中は仕事モードになっています。なのでこの場面は編集して2分くらいにしようかなと考えながら食べたり観光したりしています。どうしても撮影が優先になってしまうので何度も撮り直します。そういう時に時々一緒に来てくれる友達には本当に申し訳ないなと思いながら撮影しています。次は撮影で使っている機材についてです。今これ何で撮影してると思いますか？今このカメラはですね、ちょっとお見せしますね。今撮影で使用しているのは iPhone X です。このように自撮り棒を使って撮影しています。あとじゃあこれですね、こちらはですね Google Pixel 5です。この Google Pixel 5は去年の12月に購入しました。基本的にこちらの iPhone で撮影することが多いんですが、去年撮影した名古屋や岐阜の Vlog はこちらの Google Pixel を使って撮影しました。で、その時の動画はマイクを使わずにこちらの本体のマイクを使いました。ほとんどこの iPhone なんですけど、場面によっては Google Pixel にしたり両方使うこともあります。実はずっと前にカメラも買ったことがあるんですけど、やっぱりスマホの方が持ち運びが便利ですし、私を撮影した後すぐに Google ドライブや Google フォトにアップして、でパソコンでそのデータをダウンロードするという形でやっているので、スマホの方が便利だなと思ってずっと今はスマホを使っています。で、次マイクなんですけど、これは以前紹介したことがあるフォーリーランドのラーク M1 か、こちらのロードのワイヤレスマイクを使っています。ラーク M1 は実は提供でいただいたんですけど、コンパクトで本当に持ち運びが便利なので Vlog の撮影ではほとんどこちらで撮影しています。インタビューの時はマイク自体に録音機能があるロードのワイヤレスマイクを使うことが多いです。概要欄に Amazon のリンクを貼っておきますので参考にしてみてください。あと必要なのは自撮り棒です。自撮り棒もいろいろな種類があると思うんですけど、私が使っているものを参考までに概要欄にリンクを貼っておきます。場所によっては自撮り棒が使えない観光地もあるので、そういう時はこのように頑張って手で持って撮影してます。次は編集についてです。編集はサイバーリンクのパワーディレクターを使ってパソコンで編集しています。ほとんどデスクトップパソコンで編集しているんですけど、飛行機や新幹線に乗っている時はこちらのノートパソコンで編集しています。 Vlog の動画は撮影した50本から70本の動画をまとめて1本の動画にするために、まずはカットしたりナレーションを入れたりしています。その後ブリューを使って文字起こしをして間違っているところを修正します。その後もう一度パワーディレクターで編集して効果音や BGM、漢字の振り仮名やイラストを入れています。動画によって違いますが、編集にかかる時間はだいたい8時間くらいです。 BGM で使用している音楽は毎回概要欄に書いています。次は字幕についてです。去年から15言語の字幕を YouTube の動画につけています。後で詳しく紹介しますが、クロボという会社にお願いして字幕を制作してもらっています。もちろんお金を払ってお願いしてます。私は動画でほとんど日本語しか話さないので、ずっと多言語の字幕をつけたいと思っていました。でも始めてから3年くらいは字幕をつけられるほど YouTube にお金を費やすことができませんでした。 YouTube の収益が本当に低かったんです。でも2年前くらいから登録者がすごく増えて、たくさんの人に見てもらえるようになりました。そして日本語を勉強している人だけじゃなくて、旅行で日本に来る人にも楽しんでもらいたくて字幕をつけ始めました。今回はクロボさんにスポンサーになっていただきました。クロボさん、本当にありがとうございます。私は自分から企業にスポンサーになってくださいって言ったことがありません。でもクロボさんはもう1年以上字幕をお願いしていて、サービスに本当に満足しているので、今回
YouTube で紹介させてくださいと自分からお願いをしてスポンサーになっていただきました。黒ボさんは独自の AI システムを使って動画の翻訳サービスを行っている日本の企業です。私にとって15言語もの字幕をつけられるのは本当に魅力的だし、依頼してから48時間以内に納品してくださるので本当に助かっています。 YouTube に動画をアップしてそのリンクを送るだけで翻訳してくれます。字幕をつけてからはいろんな言語のコメントが増えたり、海外の会社の企業案件が増えました。字幕をつけてくれてありがとうっていうコメントも増えましたし、私は去年1年間で登録者数が15万人増えました。もし字幕をつけていなかったらこんなに登録者数は増えていないと思います。私のように語学系のチャンネルを運営している人はもちろん、日本の観光業や日本語学校など海外に情報を発信したい人にとてもおすすめです。気になる人はぜひ概要欄を見てください。黒ボさんに連絡するときにあかね的日本語教室を見て知ったと書くと特典がありますので、ぜひ字幕をつけたいなとお考えの方はこの機会に黒ボさんに連絡してみてください。次はサムネイルについてです。YouTube を見るときに一番最初に出てくる画像のことをサムネイルと言います。略してサムネとも呼ばれています。サムネはキャンバや LINE カメラを使って作っています。サムネも何回も作り直します。私はデザインのセンスが本当にないので、今そういうデザインについて勉強したいなと思っています。次は撮影や編集で意識していることについて話します。主に3つあります。このチャンネルの主人公は私じゃなくて皆さんなんです。特に旅行の Vlog では皆さんに旅行している気分になってもらえるように、私が映っている場面と映っていない場面の割合を考えながら撮影したり編集したりしています。2つ目はいろいろな人が見ていることを意識しています。これは一番難しいんですが、見ている人が不快にならないように自分の言葉や行動には気をつけています。80カ国以上の人が見てくれているので、文化や習慣の違いで嫌な気持ちになることがあるかもしれません。100% 完璧を目指すのは本当に難しいんですけど、私の動画を見てここに行ってみたいとか、この日本語の会話が分かったというようなポジティブな気持ちになってもらえるように意識しながら YouTube をやっています。3つ目は同じ曜日の同じ時間に投稿することです。去年から見てくれている人は、私が日本時間の木曜日の19時に投稿していることに気づいている人もいるかもしれません。できなかった時もあるんですけど、なるべく木曜日の19時に投稿すると決めて編集しています。これはあるコメントからヒントをもらいました。あかねさんの動画を見るのが楽しみです。習慣になっていますと書いてくれた人がいました。私の動画がその人の生活の一部になっている、ちょっとオーバーかもしれないんですけど、そういう風になってると知ってすごく感動しました。そしてどうすればもっと多くの人に見てもらえるかと考えた時に、習慣にしてもらうというのはとてもいいアイデアだと思いました。テレビやラジオのように決まった曜日の決まった時間に投稿されると分かれば、チャンネル登録してくれている人の習慣になる可能性が高いと思います。習慣になれば見る機会も増えるのではないかなと思いました。それと同時に皆さんの習慣にしてもらうからには、私も皆さんの期待に応えなければいけません。だからこそ去年から徹底して木曜日の19時に投稿することを続けてきました。もしかしたら今後曜日や時間が変わる可能性もありますが、できるだけ今の投稿スタイルを続けていきたいです。あとちょっとこれは話すかどうか迷ったんですけど、多分皆さん YouTube の収益がすごく気になる人もいるのではないかなと思います。ですね、まず YouTube の収益は登録者数というよりは再生回数がすごく重要になってきます。あとはどの国から見ているかで
その広告の単価が違ってきます。私の場合は、ここ最近ですね。最近は日本の大卒の初任給くらいですかね。イメージで言うとそのくらいです。でもね、会社によって全然違うので、大体これくらいかなって想像されてるかもしれないんですけど、例えば私と同じチャンネル登録者数で、例えば1週間に3本以上動画を出していて、私よりも再生回数が多かったりすると、その方の方がずっと、収益は多くなります。こればっかりは本当に登録者数でこのぐらいっていうのは全く言えないです。あとは YouTube 関係でいただけるお金は何かというと、今回の動画のような案件ですね。企業案件です。例えばある商品とかあるアプリをこの動画で紹介してほしいですっていうお願いが来て、依頼が来て、こちらで動画を制作して動画の制作費をいただいたりとか、制作費という形ではなくて実際にその商品をいただいたりっていうことがあります。これも本当に企業案件ごとに金額も違いますし、いただけるものがあったりとか、そういうものも全く違ってきます。はい、じゃあ最後に今後の目標です。正直に言うと、もう登録者数は本当に十分です。例えば100万人目指してるとか、本当にそういうのはないです。ただ1週間に1回きちんと投稿して、そして登録してくれてる人がずっと私のチャンネルを好きでいてくれて、毎週見たいと思ってもらえるような動画を作る努力をする必要があると思っています。これは簡単なことじゃないけど、見てくれてる人のために続けたいと思っています。はい、今日ちょっと動画が長くなってしまったと思うんですが、今までどんな機材を使ってるんですかとか、どういう風に編集してるんですかっていう質問を結構いただいたので、一つの動画にまとめてみました。また何か質問があればコメントで教えてください。そして今回紹介した黒ボさんの字幕、もし気になる方がいましたら概要欄をご覧ください。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。あと、私はあんまり登録してくださいとか高評価をしてくださいっていうのはあまり言ってこなかったんですが、それでも本当に多くの方が高評価をしてくれたり、あと登録もしてくださって本当に感謝しています。私が去年くらいから、名古屋に行ったり京都に行ったりして撮影できるのは、本当に見てくれてる人がいるからです。見てくれる人がいなかったら、そういうことはできないので、本当に皆さんの力があって、より良いチャンネルにするためにいろんなとこで撮影できてると思っています。あと、今まで撮影するときにたくさんのホテルや飲食店の方に協力していただきました。本当にそれも感謝してます。撮影できるっていうことは当たり前のことじゃないので、やっぱり信用してもらわないと撮影させてもらえないので、こんな私でも信用して撮影させてもらっているっていうのは、本当に感謝の一言につきます。ありがとうございます。では今日の動画はここまでです。また来週お会いしましょう。バイバイ。